2021年7月16日から31日までの水亀座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。7月16日から31日までの水亀座さんのリーディングを行います。まずこちらにソードの7とカップの8が出ております。このソードの7は、裏切りや不誠実、嘘、二面性のある人といったあまり良くない意味合いのカードなんですけれども、この切り替えや旅立ちを指すカップの8と一緒に出ているということで、そういう二面性のある人から離れる環境が変わっていくとき、それでこういう嘘が多かったりとか、自己中心的で二面性のある人というと、モラハラをする人っていうのがまずパッと浮かぶんですが、例えばプライベートで結婚生活や恋愛とか、あとお友達関係、家族関係、あとお仕事でもそういうモラハラの被害に苦しんでいた方いらっしゃいましたら、その関係から離れる時が来る。ですので、実際離婚する方もいれば、恋人とお別れする。環境を変えることによって、あなたを傷つけていた人から離れられる。それで、未練を断ち切るっていうふうにも言われているので、例えば、夫婦関係や恋人との関係で、モラハラの被害に遭っていたっていう場合は、共依存の関係にあった方もいると思うので、それでなかなか抜け出せなかったっていう方も、未練を断ち切って次に進んでいくタイミング。おそらくその未練を断ち切ることができるくらい、心底がっかりする出来事が起きてくるんだと思います。それで、見切りをつけて、気持ちを切り替えて、環境を変える時が来る。それで、そのモラハラ以外の例で言いますと、例えば、嘘が多い人とか、お金を返してくれないような人、そういう信頼できない人との関係が終わる時、何か環境が変わることによって、その人と会うことがなくなって、自然と縁が切れていくんだと思います。そしてそういうあなたにとって害になる人間関係がなくなることによって、自分の可能性を自分で見つけて、そしてそれを育てて自分の世界を作り上げていくっていうステージに入っていく。こちらにペンタクルの8。今回8が2枚出ております。そしてグラマーのカード。この絵では鏡を見つめていますけれども、その鏡の中に自分の可能性を見つけている。これからのあなたの魅力を、あなたの才能をどうやって磨いていくのか、これから何をすべきなのか。例えば、ここでお仕事が変わる、それは部署が移動するっていう場合もあれば、お仕事を変えるっていう方もいると思うんですけれども、その環境が変わったことによって、これからあなたが何を取り組むべきなのかっていうのがとてもよく見える。それを取り組むことによって、あなたのお仕事での活躍の場が広がっていく。それだけ今まで辛いことが多かった方の場合は、そこにエネルギーを奪われていた分、自分自身にエネルギーを注げる。自分で自分を育てていくステージに入っていく。そしてこの時は自分磨きに最適の時ですので、そのお仕事に役立つスキルを磨く。
これを勉強したいっていうものを追求していく。いわゆる専門知識を学ぶっていうのもとても良い時期なんですが、それ以外の根気よく長い時間をかけて取り組みたいって思えるような趣味に取り組むっていうのも、あなたを輝かせる自分磨きの一つになるって言われています。自分の可能性に気づく、そして取り組むべきものを見つけるっていうのは、それだけあなたがとても良い判断をできているっていう証なんですね。離れる時に離れることができている。今環境を変えるからこそ、今のあなたの可能性、今のあなたが取り組むべきことに出会えている。その結果として、こちらに成功に続くはしごのカードが出てますけれども、人との出会い、お仕事との出会い、学ぶべきものとの出会いが、思っている以上にスムーズに進んでいくと思います。例えば、このお仕事を始めたいって思った途端に、それに必要な知識や勉強っていうものに気づけたり、そしてそれを教えてくれる人に出会ったり、もしくはそれの経験者に出会っていったり、あと恋人募集中の方は、この自分の可能性を追求していく、次取り組むことを見つけていくっていうプロセスの中で、とても誠実な人とご縁があるんじゃないかなって思います。何か環境が変わっていくような変化の時なんですけれども、とても地に足がついているので、この成功へのはしごっていうのも着実に一段一段登ることができる。はしごなので不安定な状態だととても危険なんですけれども、この時は着実に登っていけると思います。今年に入ってから、特に新しい人間関係に恵まれてきた方多いと思うんですけれども、この不誠実な関係っていうのは、最近始まった関係っていうよりは、何か根深くて悪縁というか、今までなかなか切れなかったような関係。この環境を変えていくっていうのもあなたの力なんですけれども、今年縁を結んだ方の協力があってこそできるっていうことでもあると思います。その新しい関係っていうのも、あなたの努力やあなたの行いの結果ですので、100%その人たちのおかげっていうわけではないんですけれども、そういう方たちのアドバイスやサポートがあって、とても良い形で悪縁を断ち切ることができるんじゃないかなって思います。そしてこちらにユニコーンのカードからは、ペットのカードとリリースピリチュアルラブというカードが出ております。この組み合わせから言うと、今ペットロスに苦しんでいる方がいるんじゃないかなって思ったんですけれども、その場合も、この時、その深い悲しみの淵から立ち直るきっかけがある。おそらくこの亡くなったペットくんが悲しみに暮れるあなたを見かねて、そこから立ち直るように導いてくれるような出来事が起きてくる。そしてこれは最近じゃなくても、過去亡くなったあなたが愛を注いでいたペットたちが、あなたのこの記念すべき旅立ちっていうものを応援してくれている。それだけ人と動物、人とペットとの関係で、純粋に結びついていればいるほど、その関係縁っていうものは、人との関係以上に強く結びついている場合がありますので、おそらくそういう関係性にあったあなたが深い愛情を注いでいた、純粋な愛で結びついていたペット動物がいた方がいるんじゃないかなって思ったんですが、その亡くなってしまった存在たちも、あなたが自分の可能性に気づいて、そして自分の個性を生かして、自分らしく生きていくっていうことを応援してくれている。この時は周りの人の支えもあると思うんですが、そしてあなた自身の判断と地に足のついた強さ、それだけじゃなくって、あなたが今まで愛情を注いでいたペットたちがあなたを応援してくれている。あと、この環境が変わることによって、今まで飼えなかったペットを飼い始めるっていうのもとても良いと思います。
例えば保護施設で目と目が合った瞬間にこの子だっていうぐらいの運命的な出会いをする。そしてその子があなたの可能性を広げるためのとても重要な役割をしていく。このソードの7には混沌を内に秘めたものこそ躍動する星を生み出すことができるという意味の言葉が書かれておりますが、この躍動する星っていうのはあなたの可能性に今回置き換えられると思います。これだけの経験をしているからこそ、そしてこういう環境を変えて自分らしく生きるっていうとても大きな節目の時に立っているからこそ、自分の可能性を躍動する星を自分の内側から生み出すことができる。前回のリーディングに引き続き、この7月というのは人生の大きな節目、記念すべき時になると思います。ぜひ自分に自信を持って、自分の可能性を信じて、躍動する星を自分の中から生み出して、この成功に続くはしごを登っていただきたいなと思いました。それでは7月16日から31日までの水亀座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。